おはようございます。僕は今熊本県玉名市に来ています。玉名市は人口約6万2千人、熊本県の北西部有明海に面した町です。前回は熊本県の山鹿市を観光しました。今回はその山鹿の帰り道なんですが、ここ玉名市にも大きく分けて2つ見たいところがあって、今回はそれを中心に巡っていこうと思います。そして僕が今いるのが桃田運動公園。ここにその一つがあるので早速見に行きましょう。さあ、桃田運動公園の上の方にやってきました。後ろでは園児たちが運動会の予行練習をしていて、目の前には野球のグラウンドがあります。そしてそんな総合運動公園の中にあるのがこちらです。ちょっとあそこ今から見に行こうと思ったんですが、今ちょうど昼前で一番暑い時期なので、ちょっと時間ずらそうと思います。玉名ラーメンの名店川柳さんにやってきました。11時半からの開店で割とぴったりに着いたんですが、めちゃくちゃ並んでました。さすがは人気店。待ちます。無事に入りました。20分ぐらいですかね。頼んだのはラーメン850円。運ばれてくるときにニンニク入れますかって聞かれるので、お願いしますと答えると香ばしいニンニクチップを入れてくれます。この焦がしニンニクチップが玉名ラーメンの特徴なんだそう。香ばしい香りに食欲をそそられます。スープは想像以上にまろやかというか、豚骨なのに全然重くない感じ。個人的にはあっさりめの豚骨が好きなので好みの味でした。麺は少し柔らかめでしたね。食べやすい。ちなみにここ川柳は焼き飯も人気らしいんですが、この日は残念ながら提供していませんでした。いや、めっちゃ美味しかったです。玉名ラーメン川柳食べてきました。いや、美味しかったですね。なんか想像よりあっさりしててすごい食べやすかったです。結構回転数も速くて、並んでる割にはそんなに並ばなかったなって思いました。さて次はもう一箇所気になっているところに向かいます。さあ、続いて蓮華院誕生寺の奥の院にやってきました。カフェとかもありますね。さあ、そしてこれが入り口。蓮華院誕生寺の奥の院です。この石門かっこいいね。蓮華院誕生寺奥の院は同じく玉名市内にある本院蓮華院誕生寺の別院です。平安時代にこの地で生まれた光遠上人を祀る真言立宗の九州別格本山の一つです。もともとは僧侶が修行を積む道場として建立されました。参拝料を納めて入りました。入るとすぐ左手にはこの大きな鐘があります。これが誕生寺の大梵鐘。何でも世界最大級の釣り鐘だそうです。大きいね、本当に。これが鳴ったらどのくらい大きな音が鳴るんだろう。かなり遠くまで聞こえそうですよね。京都で作られて瀬戸内海を渡ってここまでやってきたらしいですね。毎日正午に鐘をついてるらしいですね。うわー、惜しかったな。もうちょっと早く来れば聞けたかもしれない。先へ進むと奥の院の楼門と、その左手には五重塔がありますね。いや、これまた大きいな。迫力のある仁王尊像がいます。この楼門を抜けると大仏様が林の向こうに見えますね。いや、これが見たかったんですよね。
これは神々しいね。そして左手には五重塔があります。五重塔の1階が本堂になってるみたいです。この五重塔もかなり大きいですね。日本最大の大きさらしいです。世界最大級の釣り鐘に日本最大の五重塔。いや、もうスケール感がわかりますね、このお寺の。この五重塔、なんと日本初の登れる五重塔らしくて、登ってみたいんですが、今祈祷中らしくてちょっと待つ必要があるので、先に大仏様まで行こうと思います。それにしてもこの大仏様すごいですよね。この景観見事ですね。この庭園もすごく雰囲気いいですね。鯉が入り口に餌があったから人が通っただけで集まってきますね。ごめん、買ってないんだ。ここにはなんか木が組んでありますね。ここでごま炊きでもするのかな。まず最初の32段が女性の厄払いに、その先大仏までの60段が男性の厄払いにご利益があります。南無高円大菩薩と真剣に唱えながら石段の中央を登ってください。真剣にってのが一番重要ですね、多分。南無高円大菩薩か。いや、すごいわ。登ってきました。いやー、すごい。いや、そして後ろの景色も素晴らしいですね。さらに奥には展望所もあるみたいですね。新宝道108メートルの道を下って煩悩を落としてくださいと。こういう言い方が適切なのかわかんないですが、なんていうかお寺として楽しいというか見どころがめちゃくちゃありますね。そういえばこのお寺に来る時の参道にもものすごい数の灯籠が並んでて、多分本当誇張抜きで1000個ぐらいありましたね。煩悩の道を通り抜けるとこういった開山道と呼ばれるものが現れました。おお、すごい景色が開けましたね。厄難払い、皿を投げて厄を払うというわけですね。あ、なるほど。こういう風に日本語がちゃんと書いてありますね。住所と名前と年齢を書いて投げるわけですね、厄とともに。そしてここがその厄の皿を投げる場所。すごい。下は本当に崖というか、ここから皿を投げて厄とともに払うわけですね。そしてこちらは縁結びの鐘、3つありますね。家族の鐘と恋人の鐘、そして隣人の鐘。そして展望所というだけあって見晴らしもいいですね。遠くには観覧車が見えて遊園地がありますね。グリーンランドかな、多分。奥には有明海が見えて、そしてさらにその奥には島原半島の雲仙岳が見えますね。いやー、見晴らしいいね。帰り道はこっちって書いてありますね。いや、すごい。ここも気持ちがいい道ですね。自然を感じますね。上まで行って大仏様と
展望所まで行ってきました。せっかくなんで五重塔登ってみます。この五重塔では各層で修行の場を感じられる場所になっています。1層目は本堂、2層目は般若心経を書き写す写経道場、3層目は護摩祈祷を行う護摩道場、4層目は瞑想座禅のための阿字観道場。それぞれ修行の体験もできるそうです。さあ、そして5階まで上がってきました。五重塔回廊からの景色をお楽しみください。四方が見渡せるみたいですね。五重塔の回廊に出れるなんてなかなかないですよね。いや、これはすごいわ。絶景ですね。そしてこの誕生寺が山の上にあるからこそ素晴らしい景観が広がってますね。こうやって360度景色を楽しむことができます。立派なお寺ですね、本当に。これ紅葉の時期になったらさらに綺麗でしょうね。境内も広くてめちゃくちゃ綺麗にされてますよ。菊池川と玉名市が見渡せますね。境内には土俵もあって、毎年11月の大祭では奉納相撲のために横綱の土俵入りも行われるそうです。これは来た甲斐がありましたね。蓮華院誕生寺行ってきました。なんか想像してたよりすごい広くて、なんか見どころもめちゃくちゃありましたね。まさか五重塔に登れるとは思いませんでした。いやー、来てよかったです。せっかくだからここのカフェに入ってみようと思います。お寺の商品に加えてこういったお土産とかも販売してるんですね。ソフトクリームを買いました。綺麗な形ですね。それにしても本当にめっちゃ良かったですね。最初予定ではこの近くに登山できるところがあって、観音岳っていう気軽に登れるところがあるので、そこに行こうと思ってたんですが、まさかこのお寺に展望所と五重塔からあの景色が見れるとは思いませんでした。なので山に登らなくても同じような景色を見ることができてよかったです。ここは鐘も五重塔もそうですけど、スケールが大きいですね。境内もすごい広かったですし、駐車場もめちゃくちゃあるんですよね。でこのお店もなんかすごくキャパシティがあるし、休日とか祝日になると参拝客がすごい多いんですかね。その意味では僕以外に一組しか出会わなかったんですが、なかなか快適に参拝できました。さあ、午後になって涼しくなってきたので、午前中のリベンジをしに行こうと思います。さあ、改めてやってきました桃田運動公園です。そして後ろに見えているのが玉名展望館。いや、すごい形してますよね。早速見学していきます。さあ、上に登っていきます。このカラスが来てる感じも RPG でラスボスに向かう道みたいですね。到着しました。玉名展望館。ここからの景色もなかなか素晴らしいですね。そして隣には市民プールがあります。なんともちょっとこの廃れた感じがむしろいい雰囲気になってますね。なんていうかラスボスというかアジト感というかたまらないですよね。こういう建築大好きですね。この建物を設計したのは鹿児島県の建築家高崎正治さんという方だそうです。この高台にあるのもより一層独特な空気を出してますね。なんか照明台みたいなのがあるんですが、夜になったらライトアップするのかな。どうやら熊本アートポリス参加事業によるふるさと創生事業として建設されたそうです。1階は地の座、2階が雲の座で、屋上が
星の座というらしいです。そして真ん中には小宇宙を模したゼロの空間っていうスペースがあるそうです。近くで見てもかっこいいですね。円だったり三角形だったりごちゃ混ぜになった感じがダイナミズムを感じますね。早速入っていきます。こんな複雑な形してますが、登るところは一箇所っていうのも面白いですね。そしてびっくりした。びっくりしたあ、これがゼロの空間か。いや待って、鳩糞だらけなんですけど鳩の住処になってますね、完全に。ここ入りたくねえすいません、お邪魔します。で、ここがゼロの空間です。おー、すごい。上を見上げると天窓があって小宇宙を模した場所らしいです。で、ここにも鳩の巣があります。ご覧のように鳩のおうち状態になっているので早々に退去します。ゼロの空間は完全に鳩の空間になってました確かに鳥からすればこの造形は快適なお家になるのかもしれませんね。さあ、そして屋上空間にやってきました。3階ですかね。おー、すごいね。こういう風になってんだ。なんでこれがさっきのゼロの空間の上の部分ですね。もうわけわかんないけどすごい。そしてこの3階からは菊池川と玉名市、そして有明海、雲仙岳も間近に見えますね。いや、こう見ると雲仙岳ってやっぱ大きいね。いやー、見晴らしが最高です。本当にユニークな建物ですね。やっぱこういった変わった建物大好きですね。もし他に面白い建物とか知ってる方いらっしゃったらぜひ教えてください。いや、玉名市を一望できるのでここで締めくくりにしてもいいんですが、玉名市は有明海に面しているので、せっかくなので最後有明海沿いに行きたいと思います。田んぼ道を抜けて有明海沿いまでやってきました。いやー、すごい。ちょうど満潮ですね。いい景色だ。目の前にはさっきよりはっきり雲仙岳が見えますね。太陽の光が雲の間から差し込んで神々しいですね。以前は佐賀で有明海の海中道路を見ましたが、今回は熊本県から見れます。佐賀はあっちですね。いやー、有明海も広いですね。有明海沿いをなぞるようにして観光していくのも面白いですね。今は満潮の時間なので道路は見えません。佐賀で見た時はちょうど潮が引いていく時間だったので、対照的にどちらも見えてタイミングが良かったです。というわけで今回は熊本県玉名市を観光してきました。行きたかった2つの場所に行くことができてよかったです。玉名市はメジャーな観光地っていうわけではないと思うんですが、今日行った2つの場所はどちらもインパクトがあって、いや、行ってよかったです。この動画が参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。